やあみんな、ジュークだよ。今回は Hugo というツールを使ってホームページを作成したよ。じゃあ早速本編行ってみよう。これがオイラの公式サイトだよ。このサイトは動画で紹介しきれなかった情報の補足を説明することを目的としている。チャンネルの紹介や動画の概要欄にサイトのリンクを貼っているから、動画を見て興味を持ったら遊びに来てね。このサイトは Hugo というツールを使って作成されているよ。ウェブで調べると Hugo は静的サイトジェネレーターと言われている。ホームページ作成で有名なのはワードプレスだけど、今回は Hugo とワードプレスの違いについて話していきたいと思う。ワードプレスは動的コンテンツマネージングシステムと呼ばれている。ざっくりだけど Hugo はワードプレスと逆のシステム構成となっている。ワードプレスはホームページを構築するシステムがすべてホスティングサーバーの中にある。ユーザーはワードプレスにコンテンツを書き込み、ワードプレスがそれをホームページにしてくれる。一方で Hugo はシステムがサーバーの外にある。例えば大抵は自宅に Hugo を設置することになる。ユーザーはローカルの Hugo にコンテンツを設置し、Hugo を使ってホームページに変換する。変換されたホームページをホスティングサーバーへアップロードすることで、ホームページを公開することができる。ここで注目してほしいのはサーバーへの負担だ。ホームページを作るシステムがサーバーの外にあることで、サーバーの負担はぐっと小さくなる。つまりスペックの低いホスティングサーバーも選択することができるんだ。サイトを運用するにあたってその維持費は結構重要だ。またサイトのメンテナンス性も大きく異なる。ワードプレスはサイトを維持していくのに定期的なバージョンアップを求められる。その度にインストールしたプラグインなどの互換性を気にする必要が出てくる。一方で Hugo で作成したサイト自体はホームページ単体なので、ホスティングサーバー上のサイトはほったらかしでも大丈夫だ。つまり Hugo はホームページとその生成システムの管理を分けることができるんだ。長期的にサイトを運営するのにこれは大きい。実際にウェブを見てみると、ワードプレスのメンテナンスに疲れてしまったユーザーが Hugo へ移行しているという印象を受ける。そんな Hugo もメリットばかりじゃない。まず環境を構築すること自体が第一難関だ。ワードプレスならホスティングサーバー側がインストールスクリプトを用意してくれて、Web GUI から簡単にインストールできるんじゃないかな。次にホームページの設定が大変だ。全部コマンドラインから入力する必要があるからな。コンテンツをマークダウンで表記しなければならないというのも最初は
抵抗があるかもしれない。とにかくヒューゴは初めてホームページを作ろうという人にはハードルが高いという印象を受ける。ワードプレスはそれ自体の習得が必要になると思うが、それさえ覚えてしまえばすぐにホームページ作成に取り掛かることができる。ホームページを作成するのにその裏側のシステムを意識する必要はないということは大きなアドバンテージだ。さて、今回の動画はどうだったかな？オイラのサイトの紹介というよりはユーゴの説明だったな。最後にオイラがヒューゴを選んだ理由だけどな。なんとなくだ。じゃあまたねー。